はい、皆さんこんにちは。リリのジャパニーズポッドキャストへようこそ。リリです。皆さんお久しぶりです。お元気でしたか？すっごく久しぶりの投稿になってしまってごめんなさい。はい。またこれから再開していこうと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、久しぶりの投稿ということで、どんなテーマについて話そうかなと悩んだんですけれども、皆さん、バイトってしたことありますか？バイトっていうのはアルバイトのことですね。はい。アルバイトのことで、パートタイムの仕事のことです。日本では学生の時にバイトすることが多いです。もう高校生もいますし、大学生が一番多いですね。はい。あとは学生じゃなくても、バイトで生計を立てる人もいます。うん。バイトの収入だけで生活をする人のことですね。はい。そういう人はバイトを掛け持ちします。バイトを2つとか、お昼このバイト、夜はこのバイトというふうに掛け持ちをして生計を立てている人がいます。はい。そんなね、私はいくつかバイトをしたことがあります。はい。もちろん大学生の頃なんですけど、特に覚えているのが2つありまして、一つは初めてバイトをした居酒屋のアルバイトで、二つ目は3年間続けたアパレルでのアルバイトです。はい。今日はね、その二つについてゆるーく話していこうと思うので、ぜひ最後まで聞いていってください。さっき話した通り、最初のバイトは居酒屋でした。はい。居酒屋といっても普通の居酒屋じゃなくって、制服がね、浴衣だったんです。はい。浴衣、わかりますか？浴衣って言ったら、夏の花火大会とか、お祭りに着ていく日本の伝統的な着物みたいなやつですね。うん。浴衣です。はい。浴衣が制服だったので、面白かったのが、仕事を覚える前に、まず浴衣の着方から覚える必要があったんですね。はい。で、この浴衣を着るのが、一人で着なければいけないので、すごく大変だった記憶があります。うん。最初は本当一人でリボンなんかも結べなかったですから、店長にお願いして結んでもらったりとかしていました。で、最初は本当にアルバイトが始まる30分前とか40分前にお店に行って、こう浴衣をね、自分で着て準備をしていたんですけれども、もう1年ぐらい経つと、ほんと5分ぐらいで着れるようになるので、もう一人で浴衣のプロみたいなはい。その時身につけたスキル、浴衣を着るスキルっていうのは、今でもたまに生きています。はい。夏祭りにね、浴衣を着ていきたい時とか、自分一人で浴衣を着れるので、それはすごく良かったなと思いますね。はい。その居酒屋では、料理をこう運ぶだけじゃなくって、お客さんと話すことがすごく大切とされる職場でした。なので、自分からお客さんにたくさん話しかける。うん。スタイルでしたね。うん。最初はね、すっごく緊張したんですけど、だんだんやっぱりたくさんのお客さんと話していると自信もついてきて、自然と自分からいろんな人に話しかけられるようになりましたね。なので、ここの職場では、私個人的にはコミュニケーション能力がね、育ったかなと思います。はい。で、どんなことを話すのと思うかもしれないんですけど、
居酒屋でね、話しかけるときは、大体最初お客さんが来たら、軽く「今日はどんな集まりなんですか？」みたいな質問をするんですね。そうするとお客さんが返事をしてくれるので、例えば「今日は会社の集まりです」とか、あとは、大学の同期ですとか。で、たまに接待ですという人もいました。接待と言ったらもうビジネス的な場ですよね。はい。なので、そういう接待をしに来たお客さんには、あまり話しかけないようにしていました。あまり話しかけずに、基本的なサポートだけ、料理運んだり、飲み物を運んだりっていうのをしていましたね。で、逆になんか会社のラフな雰囲気の飲み会とか、大学の同期の集まりですっていうラフな感じのところには、たくさん話しかけに行きました。はい。もう例えばどこの大学の同期なんですかとか、本当にたくさん話しかけて仲良くなったりしましたね。はい。で、仲良くなると、またそのお客さんがリピーターになってくれたりするので、意外と自分のモチベーションの一つだったかなっていうのもあります。はい。で、そんな居酒屋で1年くらい働いてから、その後始めたのがアパレルのアルバイトです。はい。居酒屋と全然違うねって感じだと思うんですけど、居酒屋とアパレルって、反対な感じがしますよね。ただ、まあ、アパレルは、お洋服のお店のことですけど、アパレルでもやっぱりコミュニケーション能力ってすごく大事なんですね。はい。なので、もともとファッションが好きだったっていうのもあって、アパレルのアルバイトを始めたんですけれども、この時に居酒屋で経験した、コミュニケーション能力というか、そういうスキルっていうのは役に立ったなと思います。はい。で、正直ね、居酒屋と一番違ったのはお客さんですね。お客さん居酒屋だとお客さんが、まあ、男性のサラリーマンの方が多かったり、大学生が多かったり、たまに女子会もありましたけど、やっぱり圧倒的にサラリーマンが多かったんですね。はい。だけど、アパレルはですね、私のそのアルバイトのお店が銀座にあったので、そうかもしれませんが、すごい海外からもね、お客さんがたくさん来て、日本語だけの接客じゃなくて、もう英語、中国語、韓国語、っていう風にいろんな国のお客さんと話す機会が増えましたね。それも個人的にはすごく楽しかったです。はい。それから働く時間も違いましたね。うん。居酒屋は本当夕方5時から夜の12時までという時間帯で働いていたんですけど、アパレルは朝10時から夜の10時まで、この間で8時間マックスで8時間働けるっていう職場だったので、全然生活のリズムが違うので、生活のリズムが良くなって、私的にはアパレルの方が向いていたと思います。居酒屋の時もね、楽しかったんですけど、いつも12時まで、夜の12時まで働いて、終電で帰るっていう生活リズムだったので、すっごく体がね、大変だったっていうところもあります。ただ、若かったので若かったので、なんとかなりました。はい。はい。でね、バイトを始めてから気になったのが、バイト敬語と言われるものですね。バイト敬語というのは、バイトのお店でよく使われるちょっと特別な日本語なんか正しそうに見えて、
実は間違っている言葉が多かったりします。代表的なのが、何々になりますという言い方ですね。例えば、こちらご注文のハンバーグになります。うん。この言い方は間違いなんですね。本来は、なりますというのは、何かが変わるときに使う言葉なんですね。なので、春になりますとか、春から社会人になりますというふうにね、変化があるとき、何かが変わるときに使うのが、何々になりますですよね。はい。なので、正しくは、こちらご注文のハンバーグです。で大丈夫なんです。うん。でも気づいたら多くの人が使っていましたし、自分もね、たまに使っていた時があると思います。うん。それくらい結構使っている人が多いので、私は気をつけるようにしていました。他にも、よろしかったでしょうかという言い方もありますね。よろしかったでしょうか。これ、意外と聞く人も多いかもしれないですね。よろしかったでしょうか。これも本来はよろしいでしょうかが正しいです。うん。よろしかっただと過去形になるので、なんで過去形っていううん。現在形でよろしいでしょうかで大丈夫です。うん。バイトをして初めてこういう日本語の細かいところに気づきました。はい。言葉遣いはこれくらいにして、次はですね、日本のバイトのシフト制、聞いたことありますか？シフト制。もちろんね、皆さんの中でも日本でアルバイトしている方ならわかると思いますけど、シフト制というのは、毎週同じ曜日に働くではなくって、この日に働けますというふうに前もって事前に伝えます。で、それから予定を決める仕組みのことですね。なので、シフト制だと大学生は予定が組みやすいですね。うん。だから私もね、自分の予定に合わせて働けるのがすごく助かりました。例えば、もう来月は友達と旅行に行くからここ働けないとか、うん、結構ありましたし、来月はテストがあるから、ちょっとシフトを少なくしようとかね。人間関係も居酒屋とアパレルで全然違いましたね。うん。居酒屋はやっぱり夜がメインなので、若い人、年が近い人が多かったです。うん。なので自然とみんな友達みたいな感じになって、休日にみんなで遊びに行ったりとか、夏に花火大会も一緒に行ったりするほど仲が良かったですね。うん。で、アパレルももちろん大学生もすごく多かったんですけど、やっぱり居酒屋に比べると、年齢層が広かったですね。なので、もうほんと上の人だと50代の方とかもいらっしゃったので、うーん、なんかすごくいい経験になりました。いろんな年齢の人と働くっていうのは、そこでたくさんのことを学びましたね。はい。で、そのアパレルの中でも、もちろん年が近い人と仲良くはなりましたし、あとは、もう少し年齢が上の7歳くらい上の人とも同じ趣味があって仲良くなれたので、年齢が違ってもね、こういう趣味をきっかけに仲良くなれるんだなっていうのを思いましたね。はい。バイトって普段の生活では合わないような人と仲良くなれるのかなと思いますね。はい。そんな今日はね、バイトの話をしてきたんですけど、振り返ってみると大変だったけど、どのバイトも今の自分に役に立っているなぁと思います。うん、特に人と話すこと。うん、居酒屋でお客さんにたくさん話しかけてきた経験とか、
アパレルでいろんな国のお客さんに話しかけた経験、たくさん話した経験とか、うん、どこに行っても人と話す力はとても大切なことなんじゃないかなと思います。はい。皆さんはバイト経験はありますか？日本ではバイトが社会の勉強になると言われているんですけど、皆さんの国ではどうですか？ぜひコメントで教えてください。今日のスクリプトは下のリンクからダウンロードできます。YouTube のチャンネル登録、Spotify と Apple Podcast のフォローも待っています。それでは今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。